今回の動画では、1周年記念の際に実装されるのではないかとされている。メインストーリー7章、苦難のゆりかごで実装されるオペレーター。全部片付ければいいでしょ？そんな簡単じゃない？めんどいわね。狙撃オペレーター、ダブルの紹介及び概説を行っていきます。サルカズの傭兵、W よ。本当にお久しぶりね。って言っても、あんたが思う久しぶりとは意味が違うかもね。でも別にいいわ。今のあんたは、私が探してたあんたじゃないから。今のところは安全ってわけ。そう、今のところはね。ダブルは闇夜に生きるでも語られた通り、カズゲル出身のサルカス人で、ロドスの実質的な前身であるバベルに傭兵という形で参加をしていた人物です。現在の肩書きとしては、元レユニオンのリーダーの一人であり、サルカズ傭兵部隊のリーダーかつ、ロドスのオペレーターという形となっています。ロドス加入後の思想に関しても、おおよそ闇夜に生きるの時の、テレジアの考えに感化された時のものとほとんど変わってはおらず、大まかな方向性としては、ロドスに近しいものがあります。ただし、元の経歴があくまでも傭兵と組織という関係ではありますが、レユニオンのリーダーの一人だったということ、そして、チェルノボーグにて多数のロドスオペレーターに危害を加えているということから、オペレーターの中でもダブルがロドスに参加することに反対しているものが多く、とある2人のエリートオペレーターとは本館内で一触即発の事態まで陥ったこともあったとのこと。ダブルは傭兵という立場のため、ロドスにはほとんどいないようですが、戻ってきた際には性格が災いし、決まって何らかのトラブルを起こしてはいるようです。一方でダブル自体は、ドクターとケルシー以外の人物は一切眼中にはありません。時折雑務をしているアーミアのことを見つめはしているようですが、一体何を思っているのか。ただ、その時のダブルの顔は一切笑ってはいないとのことなので、好意的に見ているというわけではなさそうです。また、ドクターに対しても何らかの因縁があるようで、今の記憶のないドクターに対しては危害を加えないと明言している一方で、ドクターの記憶が戻った暁には何らかの手段を講じるという発言も見られます。この因縁が何を示しているのかは現時点では明らかにはなっていませんが、ダブルの行動原理の多くがテレジアの思想に基づいたものということから、ドクターとテレジアの間でおそらく何らかの出来事があったのでしょう。このようにダブルは過去の姿や現在の思想については大まかには分かってはいるものの、いまいち全容がつかみきれない人物ではあります。何もかもをはぐらかしているような霧に巻かれたような雰囲気を持つのは、ロドスは愚か、元バベルのメンバーであるドクターやケルシーを根底から信頼していないという意志の表れなのかもしれません。というより、まあ信頼はしていないでしょう。ドクターやケルシーは敬愛するテレジアを守れなかった存在ですし、テレジア暗殺後は忽然と姿を消したのですから。ダブルのモチーフとなっている生物は現時点でもこれといったものはありません。理由としては昇進2のイラストから連想できる要素が少なすぎるということや、ダブルの生い立ちが特殊すぎるということにあります。可能性として挙げられているモチーフとなった生物は、昇進2のイラストに描かれている曲がった角や顔つきなどから、ヤギの頭を持った悪魔であるバフォメットではないかとされています。ですが、ダブルの立ち絵自体にはバフォメットのような要素はほぼ見られず、ダブルには生物的なモチーフは存在しないのではないかともされています。その理由はダブルの生い立ちにあり、ダブルのイラストはもともとはアークナイツのプロデューサーであり、ハイパーグリフの副社長である、海猫氏も制作に参加していたスマートフォン用ゲーム、ドールズフロントラインの没キャラクター MK18 ではないかとされています。MK18 はドールズフロントラインでストーリーの中心となる戦術人形で構成された正体、アンチレイン正体の一人として実装される予定だったようですが、
何らかの理由でお蔵入りとなりました。一説には、ドールズフロントラインの編成は5人までであり、招待の人数を6人にしてしまうと、編成から1人破れてしまうからとかなんとか。ダブルが MK18 モッド0に酷似した守護銃を持っていることや、インナーにアンチレイン招待のようなマークが描かれているのは、ダブルがもともとはドールズフロントラインのキャラクターだったことが由来でしょう。闇夜に生きるでのダブルが死んだという表現も、サルカズの武器を引き継いだ者がその人物を継承するという伝統と、ドルフロ時代のダブル、つまり MK18 は死に、テラの世界でダブルという形で生まれ変わったという2つの意味があるのかもしれません。こんなあんたと肩を並べて戦うなんて本当に不思議な体験だわ。あんたがあの日に起きたことを思い出すまではうまくやっていけそうね。ダブルは白雪やメテオリーテなどと同じ範囲攻撃型の狙撃オペレーターです。HP や攻撃力などのステータスは星6にふさわしい数値となっており、特に攻撃力に関しては範囲攻撃型狙撃としては最も高い数値となっています。HP に関してはシェイシャや白雪よりかはやや下にはなっていますが、その分防御力が高めとなっているので全体的な耐久力はほぼ同等と見てもいいでしょう。ダブルは素質を2つ所持しており、1つ目の素質、待ち伏せは、ダブルを配置10秒後に発動し、物理回避と実回避の確率を上昇させ、この狙われづらくなるという効果は、マンティコアやイーサンの素質と同じ効果となっており、アークナイツの基本である敵の攻撃は、一番最後に配置したオペレーターを狙うというものを無視します。つまり、範囲型狙撃の弱点であるコストの高さによって配置順が遅くなり、敵に狙われやすくなってしまうというデメリットを素質発動後は完全に克服します。この効果はダブルを攻撃してくるユニットすべてに対して発動するため、当然 R の味方への攻撃もダブルには向かいません。さすがに周囲に他にオペレーターがいないというのであればダブルに攻撃は向かいますが、また、たとえ攻撃対象になっても最大 60% の確率で攻撃を回避するため、HP の数値に反して意外とタフというのがダブルの一つの特徴です。素質に落石はスタン状態となっている敵に対してダブルが与える物理ダメージを上昇させるというもの。口述しますがダブルのスキルにはすべて攻撃した相手にスタンを付与するという効果があり、スキルにはスタン時間の関係上、基本はスタン中にダブル自らが攻撃するのは間に合いませんが、スキル1とスキル3は、スタン時間が長めとなっているので、ダブルのスキルでスタンをさせて、ダブルの次の攻撃のダメージを強化するという、自己完結が可能となっています。また、テキサスやバイビーク、モスティマなど、スタン付与持ちのオペレーターとも相性が良くなっています。もともとの攻撃力が高めに加えて、攻撃力と防御力の計算後に乗算するというダメージ計算式のため、見た目の数値以上にダメージが出せるのもこの素質の魅力の一つです。潜在強化による効果は、コスト-1、再配置時間-4秒、攻撃力+35、素質に効果強化、コスト-1となっており、潜在強化が必須というわけではありませんが、火力をさらに伸ばしたいというのであれば、潜在強化5段階目まで強化することをお勧めします。スキル1、ハートのキングは、スキル発動後、榴弾を発射。榴弾の着弾点を中心とした半径 1.2 マス以内にいるすべての敵に対して、物理ダメージを与え、さらに一定時間スタンを付与するというスキル。形としては、メテオリーテの三段装填とやや近しいものがありますが、三段装填は自動発動による速い発動サイクルが売りに対して、こちらは手動発動と非常に高い火力、そしてスタンの付与が売りとなっています。スキル1の火力と他オペレーターの火力を比較した表は上記の通り、一発の火力はメテオリーテのスキル1の約2倍となっており、白雪の風車をも超えています。一方で一発の火力は高いものの、スキル攻撃時と通常攻撃時の DPS を合わせた平均 DPS という点では、メテオリーテのスキル1よりかは劣ったものとなっており、
持続的な火力という点では、スキルサイクルが速いメテオリーテには及びません。また、このスキルは通常攻撃をリセットして発動するスキルのため、スキルの発動タイミング次第では通常攻撃がかき消されてしまい、数値よりも DPS が出ないという場合があります。そのため、スキルを発動させる場合には、通常攻撃が終わった瞬間にスキルを発動させるなどして、通常攻撃がスキル攻撃にかき消されてしまわないように管理をする必要があります。この点は自身で任意のタイミングでスキルを発動することができる手動発動スキルのデメリットとなっているので、何もダブルに限ったデメリットというわけではありませんが、スキル攻撃が通常攻撃に組み込まれる自動発動系と比べると、やや煩わしさがあります。一方で、手動発動ということは他オペレーターとコンボを決めやすいということであり、モスティマやバイビークといったオペレーターと組み合わせることで、ほぼ一方的に相手をスタンさせ続けることができます。そしてスタン中はダブルが与える物理ダメージが上昇するので、ダブルの他のスキルと比べるとコントロール力と火力がバランスよく合わさった性能のスキルといえ、編成次第では凄まじい火力と盤面性圧力を発揮することができます。一方で敵がまとまっていなかったり、他にスタンさせることができるオペレーターがいないのであれば、対単体の性能としては他のダブルのスキルと比べると劣っているため、スキル強化の優先度としてはやや低めにはなります。なお、このスキルを強化するのであれば、スタン時間の伸び幅などから、スキルレベルは7または特化3にすることをお勧めします。スキル2、びっくり箱は、SP が溜まった状態であれば通常攻撃時に、自動でダブルの攻撃範囲内に地雷を設置。設置された地雷の近くに敵が近寄ってきたタイミングで少しの間を置いて爆発し、周囲の敵に物理ダメージを与え、一定時間のスタンを付与するスキル。このスキルは以前に開催されたサイドストーリー、オレモンドの白母の TWS2 の固定編成にて、ダブルがセットしていたスキルのため、大まかな仕様について知っている方も多いのではないでしょうか。スキルとしてはとにかく、ファットラックと呼ばれる地雷をばらまき続けるスキルであり、ダブルのスキルの中では、最も手がかからないスキルかつ、最も扱いやすいスキルと言えます。それでは、ファットラックの仕様を一つずつ解説していきます。バットラックの扱いは召喚物となっており、仕様としてはサイレンスのドローンに近いものとなっています。敵の攻撃対象になることはなく、攻撃によるダメージは受けず、地形ダメージも受けません。つまり、バットラック単体としては無敵の召喚物というわけです。バットラックが配置された場所には、オペレーターを配置することはできず、オペレーターが配置された場所には、バットラックを配置することはできません。ただし、手動で撤去することができますし、極端な状況でもない限りは、この仕様によってオペレーターが配置しづらいということもないでしょう。バットラックが重なって配置されることはありません。仮にこのような状況となった場合は、配置されているバットラックのどれか一つが撤去され、SP が消費されて再配置されることとなります。つまり、ストックすることもできません。バットラックの配置される位置は攻撃範囲内に敵がいるのであればそのマスに配置され、敵が誰もいないのであればランダムに配置されます。なお、配置可能マスはオペレーターの配置できるマスであればどこでもなので、バットラックが一切配置できないということはまずありません。バットラックは敵が地雷の半径 1.35 マス以内に近づいた 1.5 秒後に遅延起爆します。そのため移動速度が速い敵に対しては起爆が間に合わず空振りする可能性があります。そして設定としては地雷なので当然空中の敵に対しては反応することはなくダメージを与えることもできません。以上がバットラックの仕様となっており、火力についてですが、一応はまとめてみたものの、戦術したように空振りする可能性があるということや、常に3体の敵を巻き込むということはかなり難しいので、ここまでの火力を出すことはできません。また、バットラックを設置するという準備時間も必要なため、スロースターターなスキルにはなっています。
一方で、ダブルの攻撃範囲内すべてがバッドラックの設置範囲ということからもわかるように、一度準備さえしてしまえば、相手は1マス進むごとにダメージを受け、さらにスタンするという、文字通り地雷原を突き進まなければいけないという羽目になります。範囲狙撃の弱点の一つである攻撃の遅さもバッドラックによってある程度カバーすることができ、そして自動設置なので一切手間がかからないというのがこのスキルの最大の強みです。一部猟犬の大群や軽装兵などの地雷原を踏み荒らす苦手な敵はいますが、地上の敵の大半には有効打になるスキルなので、ダブルを運用する際にはぜひとも特化することをお勧めします。当然のことながら、このスキルを強化する際のおすすめレベルは特化3となります。スキル 3、D12 は攻撃範囲内にいる最も HP が高い敵複数体に対して、爆弾を付着させ、爆弾は3秒後に爆発、爆弾が付着した敵とその周囲の敵に物理ダメージを与え、スタンを付与するというスキル。動作としては、ダブルが敵ボスとして出現した際に使用してきた次元爆弾とほぼ変わりありません。ダメージは爆弾一つ一つにあり、爆弾の位置が密集しているのであれば、ダメージは重複するため、一度に大ダメージを与えることが可能ですし、たとえそれぞれの爆弾の位置が離れていたとしても、その周囲にいる敵を巻き込むため、スキルの特性上、敵が多ければ多いほど高いダメージを叩き出せるようになっています。また、スキルにびっくり箱とは異なり、空中の敵にも爆弾を付着させることができるため、基本的には腐ることがないスキルにはなっています。D12 の火力は上記の通りとなってはいますが、こちらも敵の重なり具合によってはダメージが大きく変動するため、あくまでも参考程度の数値となります。なお、上記の数値は敵が3体かつ、それぞれの爆弾のダメージが重複した状況であり、つまり敵1体につき3回の爆弾のダメージ、合計で9回のダメージが入った状態を表しています。端的に言えば、3体の敵に与えることができる最大のダメージということです。総じて強力なスキルであることに変わりはなく、HP が高い敵を優先して狙うということもあり、敵の数が少ないという状況でなければ、ダメージの変動幅は大きいものの、一定程度のダメージを狙うことができるようにはなっています。スキルの回転率も優秀な部類となっているため、おおよそ一般的な敵に対してであれば、弱点らしい弱点はないスキルと言えるでしょう。なお、このスキルを強化するのであれば、敵に付着させる爆弾の数が1つ増える特化1か、スタン時間が5秒まで増加する特化3をお勧めします。ダブルの基地スキルはどちらも訓練書に関するものとなっており、一つはバフスキル、もう一つはデバフスキルとなっています。狙撃オペレーターのスキル特化3時のみしか発動しないスキルではありますが、訓練効率をプラス 65%、さらに協力者ボーナスでプラス 5% となるため、訓練時間を24時間から14時間強まで短縮させることが可能となります。デバフスキルによりダブルは最大でも13時間40分程度しか配置することはできませんが、それでも十分短縮はしてくれるため、昇進させたのであれば優先して配置していきましょう。それでは実際にダブルを使用していきます。今回ダブルを使用するステージは CA5。ダブルのステータスは、昇進2レベル60スキル3のスキルレベルは特化1となります。ダブルは配置10秒後に素質が発動。ダブルの SD にエフェクトが発生し、一目で素質が発動していることがわかるようになっています。爆弾はこのように体力が最も高い敵、今回であれば飛竜に優先して付着するため、ダメージが重複、さらには周囲の敵を大量に巻き込んで一度に処理することが可能です。温度安定しています。了解。このように敵が4体未満だった場合は、爆弾は敵の数の分しか発生しません。
爆弾が1体の敵に重複して付着するということはないので、ダメージを最大限に出したい時には注意が必要です。そしてこのように素質の効果で敵の攻撃を一定確率で回避するため、狙撃オペレーターでありながらかなりの耐久力を誇ります。火事には気をつけてください。皆さんの援護は任せてください。温度安定しています。火事には気をつけてください。残りの体力が同じ敵が複数出てきた場合には、このようにゴールに最も近い敵に爆弾が付着します。温度安定しています。火事には気をつけてください。了解。3つ数える間に投稿のチャンスをあげる。火事には気をつけてください。どうして争いは終わらないんでしょう。ダブルは敵として出現した時と同じく複数の爆弾を駆使して戦う範囲狙撃オペレーターで、スタンを主軸として戦うという特徴があるため、スタンが効く相手には持ち前の火力もあり、めっぽう強くはなっていますが、スタンが効かない相手には素質が発動せず、またスキルの効果であるスタン効果も意味がなくなってしまうため、得手不得手がはっきりとしているオペレーターです。端的に言えば、雑魚には強い一方で、ボスには弱いオペレーターと言えるでしょう。そのため、完全なメテオリーテの上位互換というわけではなく、ダブルが完全にメテオリーテを食ったということはありません。マルチな活躍を期待するのであればメテオリーテを、雑魚の殲滅に特化するのであればダブルという風に、用途がはっきりとしているので、扱いに困るということはそうそうないはず。いずれにせよ、ぶっ壊れというほどではありませんが、強力なオペレーターではあるので、入手した際には育成しておくことをお勧めします。なお、ダブルについては大陸版では実装されてから1年後、つまり来年の5月まで復刻しないことが明言されており、日本版がそれにどこまで準拠するかはわかりませんが、今回の実装を逃すと長期間入手できない可能性があります。アークナイツの限定は下手をすると1年に1回しか入手する機会がないというようなものとなっているので、その点に注意をした上で常日頃のスカウトは回すことをお勧めします。以上でダブルの紹介及び概説を終わります。ご視聴ありがとうございました。